らはコーチのスカーフの中でも小さい方のサイズとなります。四角をその細い感じにして使います。このようなネクタイ型にして裏に落ちた部分を手前に持ってきてクロスして巻きます。そして同じようにあとはもうね、下に来たらただ一つ結びにするなりリボン型にするなりですね。皆さんこんにちは、さとこです。今日も動画ご覧いただきましてありがとうございます。今日は最近購入しましたコーチの小物類と、あとちょっとリクエストいただいてましたスカーフの巻き方などやっていきたいと思います。ショート動画の方でですね、マイケルコースの福袋 ABC に入っていたアブリルサッチェルに、スカーフちょうど巻いてる動画アップしてたんですけども、そちらでリクエストいただいてた、スカーフの巻き方2種類ご紹介いたします。もうね、どちらもね簡単で難しいものではないので、一度ねご覧いただいたらすぐできるようになると思います。で、こういうタグついてると思うんですけど、クリーニングとか出す時に困るので私は外さないで使うようにしてます。で、これをこの正方形のものを長方形の形にしていきます。まずこのように三角の半分に折ったら中心の方に向けてこのタグがですね内側に入るようにこのように折っていきます。で、バッグのハンドルの長さにもよると思うんですけど、私はだいたいこれをまた3分の1ぐらいにして使うのが使いやすいかなと思ってます。ちょっとね畳みづらいかなって思うんですけど大丈夫ですそして片方3分の1、こちらも3分の1にしたらこれを合わせてネクタイ状のような形にしていきます。で、ハンドル全体に巻くタイプですね。その場合は、だいたい一般的にはこの中心部から始まると思います。中心にスカーフ当てまして、片方の手で固定したまま、まずは一方向をくるくると巻いていきます。もうあっという間に、固定するっていう意味ではこの D リングに通して結ぶのが一番簡単かなと思います。そしたらば反対側、この真ん中からスタートする方は左右の長さが均等になるっていうメリットが、ただ結ぶだけです。こんな感じで簡単に作ることができました。はい、そしてじゃあこっち次ブレードの方やっていきます。はい、こちらもですねサイズ今の白い方と同じとなりますので、またこのタグが入っている方を真ん中にして3つに折ります。スカーフによって折りやすいものとちょっとツルツルしすぎなものあると思うんですけど、コーチのはねすごく使いやすいかして、やっぱりまたネクタイが、そうしましたらブレードはねちょっとこの真ん中よりちょっとそちら側から始めようかなって思いますので、またこのような感じです。はい、ただ引っ掛けただけです。そうしましたら後ろ側の布を手前に引いて引っ掛けます。この辺タイトにしたりとかいうのはお好みで、何回かやればね自分でやりやすいやり方がわかると思いますので、はい、そしたらまた後ろ側のを前に持ってきて通します。はい、三つ編みをするような感じです。はい、あっという間に、はい、ここまで来ました。ここまで来たらもう私大きい
スカーフだったらここでリボンを作ることもできると思うんですけど、60センチぐらいだとね、やっぱりこの結ぶぐらいが限界かなと思います。そんなにねきつく結ばなくても取れないと思いますし、これでもっと大きいスカーフだったらこれを移動しながらこちら側の終わりまでできることもできますし、まあ私はちょっとブレードはねなんかちょっと全体やると厚みありますので、真ん中ぐらいからこうやってこんな感じにするのが可愛いかなと思ってます。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、続きましてカードケースなんですけども、こちらは、先日マイケル・コースのジェットセットウーブンレザーフラップクロスバディバッグの半年レビューで紹介しましたコーチアウトレットのチェリーコレクション、去年のホリデーコレクションのチェリーコレクションの ID カードケースというものです。こちら側がちょうど ID 入れる窓があって、カードスロット123と、あとここにちょっとジッパーはなしです。ただ何かしらちょっと入れるかなっていう形のものです。まあ軽くてね薄くて、結構今ね使い慣れてきたので気に入ってます。こちらね最近購入したものなんですけど、こちらはアウトレットではなくて正規品の、ニューヨークコレクションからのカードケース ID ではないんですね。カードケースウォレットっていう感じのものです。こちらはね、ID ケースに比べると横の長さがちょっとあります。指2本分ぐらい長いっていう感じです。そして ID の窓はなくて、表側がちょっとカード 1,2 枚入るぐらいのスロット、そして裏のスロットが1,2,3,5枚、裏のスロットがカード5枚入るぐらい、結構ちょっとこんな感じです。マーク・ジェコブスのトロンプルイユのカードケースもこんな感じでした。ただねちょっとあれはサフィアのレザーっていうこともありまして、ちょっと硬めでね、で私こういうカードケースっていうもの自体使い慣れてなかったので、グラマシーとかと一緒のカーフレザーっていうことでちょっと柔らかい革で使いやすそうで、そしてカラーもグラマシーと同じハニーっていうカラーなので、これはいいなと思ってちょっと購入したんですけども、これはですね先日購入しましたクリスタルレインボーシグナチャーのスインガー20に入れる使うために買ったと言っても過言ではないです。っていうのもこれねちょっとやっぱり動画の最後のおまけでお見せしたんですけども、普通のね2つ折りの財布ちょっと閉まりません。電話と2つ折りの財布入れても、ギリギリ閉まらないってことはないんですけども、ギュギュっていう感じでねすごく不便ですので、これだったらスッと。そしてですね、このスインガー買った時に長いチェーン買ってみようかななんて言ってたんですけども、購入してみました。今回ね初めてコーチの別売りチェーン買ってみました。アウトレットではなくて正規品の方のディンキーチェーンというもので、こういう長いチェーンとなってます。これがもともとついていたものです。これが別売りの方です。かなりね重さ違います。重さとあとちょっとリンクの大きさは若干こちらの方が大きい感じがしてますね。でもかなり重さは本当に全然違います。先日お見せしたマイケル・コースのチェーンなんですけど、こちらがスインガーの元々のチェーンです。マイケル・コースのチェーンです。こちらの方がキラキラしてるんですけど、本当にねおもちゃっぽいキラキラさなんですよね。全然ねチェーン重いからちょっと疲れちゃうかもしれないんですけど、どうですか？長さは通常のコーチのチェーンよりちょっと長い感じがします。
クリスマスのハール動画に出てきたカーゴトート20のチェリー柄なんですけど、これに私ちょうどこれにもともとついてる赤いストラップが嫌なのでチェーン買おうかなって言ってたんですけど、じゃあつけてみましょう。はい、じゃあ最後ね、傘になるんですけども、こちらは、先日のデニムコレクションの前にあったレインボーシグナチャーというコーチアウトレットの2026年の1段目の、コレクションですね。これが正規から出たのがクリスタルの虹色、そしてアウトレットからはクリスタルではない虹色の CC です。アメリカのものそんなにね良くないんですけども、こちらもね日傘にもなる UV 入りのミニアンブレラとなってます。内側の色すごくいい感じの色です。表はこんな感じです。カリフォルニアでは本当に雨はね1年通して一時期に1週間2週間ぐらいしか降らないので、もうねみんな傘持ってない方多いです。あとは車になんか銀行だとかそういうところでもらった傘をもう車に積みっぱなしで降ったらさすぐらいの感じで、私はね可愛い傘があるとちょっと上がりますのでちょくちょく買ってます。では今日も動画ご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いします。バイバーイ。だったらマイケル・コースのチェーンをコーチのスインガーにつけてみようかなって思ったんですけど、ちょっと見てください。レインボークリスタルにこんなキラキラチェーンつけたら一気にちょっと安っぽく見えますよね。安っぽいっていうか、なんか一気になんか偽物みたいな感じになっちゃいます。